世界で最も嘲笑された駆逐戦車は屋根を持たなかった。設計者たちはそれを誇りにしていた。重量を削れ、視界を確保せよ、撃たれる前に離脱せよ。その哲学が1両の鉄の箱を生んだ。M36 駆逐戦車 90mm 主砲を搭載した米陸軍最強の対戦車兵器。しかし1944年秋、ヒュルトゲンの森で砲弾破片が解放砲塔に降り注いだ時、その哲学は乗員の血で書き直されることになったのです。撃たれないはずだった。その前提が4600緯度の矛盾を生んだ。解放砲塔によって節約した2トンの重量。その2トンが何人分の命と等価であったか。本校はその問いへの冷徹な答えを記録するものであります。1944年9月1日、午前6時15分、ルクセンブルク国境近郊、第7の M36 は夜明けの霧の中に砲身を向けていた。発動機の振動が金床を揺らし、硝煙と湿った腐葉土の匂いが砲塔の中に満ちていた。乗員たちの頭上には空があった。分厚い装甲の蓋ではなく、ただ灰色の無防備な空が、それが設計者の意図だった。そしてそれが悲劇の始まりであった。なぜ米軍は戦車の屋根を取り除いたのか。なぜ設計者たちはその判断を正しいと信じたのか。そしてなぜ前線の乗員たちはその代償を身をもって支払わなければならなかったのか。答えは一つのドクトリンの中に眠っていたのです。1941年4月3日午後2時00分、ワシントン DC 陸軍省会議室。レスリー・マクネア中将は白紙の上に一本の矢を描いた。戦車は戦車と戦ってはならない。彼がその日定めた原則はやがて数千両の車両設計を決定づけることになったのです。マクネアの論理は単純であり、かつ一見して説得力を持っていた。戦車の本来任務は突破と追撃である。対戦車戦闘に戦車を投入すれば機甲部隊は消耗し突破力を失う。故に対戦車戦闘には専用の駆逐戦車を当てるべきだ。この原則のもと、米陸軍は戦車駆逐部隊という独自の兵科を創設したのでありました。ドクトリンの核心はこうであった。駆逐戦車は待ち伏せ陣地を構え、敵機甲部隊の突進を 90mm 主砲で迎え撃ち、反撃を受ける前に高速で離脱する。撃って逃げる。それが駆逐戦車の存在理由でありました。防御戦闘は想定しない。陣地保持は任務外である。故に重装甲は不要。むしろ重量は機動性を損なう敵であった。解放砲塔は欠陥ではなかった。それはドクトリンの完全な具現化であった。重量2トンの削減、低いシルエット、乗員の360度視界。これらは設計者たちが誇りを持って達成した性能目標でありました。M36 の設計書には防護装甲不要と明記されていた。なぜなら敵の砲火にさらされる前に離脱することがこの車両の存在前提だったからであります。しかしドクトリンを書いた人間たちは一つのことを見落としていた。戦場は計画通りには動かない。撃って逃げることができない状況が必ず訪れる。その冷厳な事実を彼らはペンタゴンの会議室から想像することができなかったのです。では M36 が初めて逃げられない戦場に投入された時、何が起きたのか。1944年9月12日午前10時30分、ベルギーエバン MR 要塞跡近郊、第774戦車駆逐大隊第3中隊長のロバート・ケリー大尉は双眼鏡の視野に1両の T が愛知を捉えていた。距離推定線に100枚、正面走行100ミリ。それまでの 76mm 砲では正面からの貫通はほぼ不可能であった。撃て 90mm 主砲が吠えた。砲声が車体を震わせ、装薬の匂いが砲塔に充満した。砲弾は 1.3 秒で標的に到達した。ティーガー1の砲塔基部に直径 90mm の閃光が開いた。煙が噴き出し炎が続いた。ケリー大尉は静かに言った。聞いた。と、M36 の 90mm 砲、正式名称、M3 アンペア 1090mm 戦車砲は、初速870メートル秒を誇った。900枚の距離において、ティーガー1の 120mm 側面装甲を貫通する威力を持っていたのです。米軍はついに、ドイツ戦車に対抗できる車載砲を手に入れた。1944年秋、欧州戦線において M36 はまさに救世主
として歓迎されたのでありました。ドクトリンは正しかった。少なくともまだその時点では。第774大隊の戦闘記録には、この日から1944年10月末までに M36 がティーガー1及びパンターを合計14両撃破したと記されております。乗員たちは自信を持っていた。手法は効く、視界は広い、速度は速い、撃たれる前に逃げればいい。その前提を疑う理由は、この時点ではまだ存在しなかったのです。しかし、約 30km 北東の森の中では、その前提を根底から覆す戦場が静かに口を開けていたのでありました。1944年11月4日午前7時00分、ドイツヒュルトゲンの森第893戦車駆逐大隊所属 M36 駆逐戦車アイアンメイド車長ジェームズ・ホロウェイ軍曹は朝霧に包まれた針葉樹林の中で砲塔上縁に手を置いていた。鉄の縁は冷たく湿っていた。頭上には空があった。いつものように午前8時12分、ドイツ軍の 15cm 榴弾砲が火を吹いた。砲弾は樹幹で炸裂した。空中炸裂。木の梢に当たって爆発する揚心管を調整された砲弾は真下に向けて破片をまき散らした。通常の戦車であればその破片は上面装甲に引かれる。しかし M36 の砲塔には上面装甲が存在しなかったのです。破片は垂直に降ってきた。もしあなたがあの砲塔の中にいたなら、頭上から金属の雨が降り注ぐとき、逃げ場がないという事実の意味が骨の髄まで理解できるはずです。ホロウェイ軍曹は右肩に破片を受けた。砲手のフランク、デラニーは頸部を貫かれた。装填手のエドワード、クラウスは顔面に3片の破片が刺さった。3名が負傷、1名が戦死。1回の炸裂で、なぜか、それは明白だった。解放砲塔は、水平方向からの砲撃には有効な低シルエットを提供した。しかしヒュルトゲンの森では敵は水平に撃ってこなかった。砲弾は空から来た。2トンの装甲を節約した設計者たちはその方向を計算に入れていなかったのであります。第893大隊の公式記録は淡々と記している。ヒュルトゲン作戦期間中における本大隊の人員損耗の主因は空中炸裂砲弾による上型高破片であった。ドクトリンは撃たれないはずだったと言っていた。しかし森は砲弾の軌道を書き換えた。次に M36 が逃げられない場所に追い込まれた時、状況はさらに絶望的になるのでありました。1944年アバディーン兵器試験場、設計主任エドウィン・タウンゼント技師は M36 の設計書を機上に広げていた。数字は明快であった。蛍光灯の白い光の下で図面の線は鋭く冷たかった。M36 の全尾重量は 28,123kg。これに対し同時期の M4 シャーマン中戦車は 30,000kg 超。その差はどこから来たのか。答えは砲塔上面装甲の不在にあったのです。砲塔上面装甲を設けた場合、推定重量増加は 1.8 トンから 2.1 トン。この数値が示すのは単なる鉄板の重さではありません。2トンの増加は発動機の負担を増し、最高速度を時速 48km から時速 39km へと低下させ、路上行動距離を 160km から 130km へと縮める。それがタウンゼントの計算でありました。数字の上では正しかった。しかしその計算書には一つの変数が欠けていた。砲塔上面装甲不在の場合、空中炸裂砲弾に対する乗員防護能力は0。破片速度は秒速900マイ。解放砲塔内での空中炸裂1発あたりの平均負傷者数は前線報告によれば 2.3 名。90mm 砲の行角は最大19度。有効射程は4600ヤード、すなわち約4200マイ。この圧倒的な攻撃力と引き換えに設計者たちは乗員の頭上を空に開け放ったのです。設計者たちは間違っていたのか。いや、彼らは与えられた要求仕様に完璧に応えていたのであります。問題は使用書を書いた者たちにあった。そしてその者たちは次に述べる数字の意味を最後まで直視しようとしなかったのです。その数字とは何か冷酷な算術が今ここに記録されるのであります。なぜか数字が全てを語っていたからです。1944年12月15日時点での米陸軍戦車駆逐部隊の公式統計を記録する。欧州戦線に展開した M36 の総数880両。そのうちヒュルトゲンの森作戦
1944年9月から12月において喪失または修理不能と判定された車両114両、損耗率 12.9%。しかし、車両損耗の数字はまだ小さな悲劇に過ぎなかった。問題は乗員損耗率にあったのです。同期間における戦車駆逐大隊の乗員死傷者総数12004名。そのうち解放砲塔に起因すると判定された死傷 47%、およそ6000名。装甲があれば、その多くは生きていた。第一章で提示した問いに、今ここで答えを置く。節約した2トンは、何人分の命と等価であったか、数字は冷酷に示している。設計者が削った2トンの装甲板の欠如が、6000名の死傷に直接的に寄与していたのであります。2トンの鉄板と6000の命、その交換比率を、ペンタゴンの誰も正式に計算しようとしなかった。しかし、最も残酷な数字はまだ先にあった。ペンタゴンが、解放砲塔問題の報告を最初に受理したのは、1944年10月のことでありました。しかし設計変更の承認が下りたのは、1945年3月、その5ヶ月の間に、アルデンヌの森で何が起きたか、事象が、その答えを記録するのです。1944年12月16日、午前5時30分、ベルギー、アルデンヌ高地、気温は零下12度、第6の M363 両は、バストーニ北方の街道沿いに展開していた。松の木々は無氷に覆われ、砲身の鉄は素手では触れられぬほど冷えていた。ドイツ軍の冬季大攻勢、ラインの守り、作戦が夜明けとともに炸裂した。撃って、逃げる。そのドクトリンは、この瞬間から機能しなくなったのであります。退路はすでに断たれていた。ドイツ軍第 1SS 装甲師団の先鋒がバストーニ包囲を進める中、第601大隊に与えられた命令は一つ。陣地を保持せよ。駆逐戦車が陣地を保持する。ドクトリンが明示的に禁じた任務が現実によって強制されたのでありました。午後2時、ドイツ軍の 8.8 センチメートル高射砲が直射射撃を開始した。同時に敵弾兵が車両に接近した。M36 の解放砲塔は小銃弾、手榴弾、そして何より空中炸裂砲弾に対して完全に無防護であった。3日間で 71%、第601大隊の記録は記している。1944年12月16日から同月19日にかけて、大隊所属 M36 の乗員損耗は 71% に達した。屋根がなかった。たったそれだけの理由で、71% の乗員が死傷した。3日で、10人中7人が倒れた。しかし前線からの悲鳴はペンタゴンに届いていた。届いていたにもかかわらず、何も変わらなかった。その、何も変わらなかった理由が、第9章を待っているのであります。その前に、砲塔の中に、最後の声が残されていたのです。1944年12月18日、午後3時47分、アルデンヌ、リエルサルム近郊、第6、M36、ミシシッピ、クイーン、車長、ウィリアム、J、フォスター軍曹、23歳、ミシシッピ州ジャクソン出身。彼が最後に無線機に送った言葉は、大隊戦闘日誌に記録されている。砲塔上から手榴弾。上から来る。屋根がない。送信はそこで途切れた。1944年12月18日、午後3時49分。もしあなたがあの砲塔の中にいたなら、頭上が空であることの意味を、フォスター軍曹の最後の2秒間に見出すことができるはずであります。彼は手榴弾を見た。避ける場所がなかった。砲塔に蓋があれば、2トンがあれば、あの送信は途切れなかったかもしれないのです。蓋のない棺桶に、彼は乗っていたのだった。同じ日、同大隊の総天守、ハーバート、L、シュルツ一等兵は野戦病院でこう記している。俺たちは鉄の棺桶に乗っていると思っていた。だが本当は、そこだけある棺桶だった。蓋のない棺桶だった。と、フォスター軍曹は戦死した。シュルツ一等兵は右腕を失った。設計者たちの計算書には、彼らの名前は一字も記されていなかったのであります。そして、これらの死と負傷の報告書は、すべて記録され、すべて上申され、すべて、ある場所で止まっていたのです。その場所とは、次章が、その構造を解剖することになるのであります。1944年10月22日、午前10時00分、ワシントン DC、陸軍省第4会議室、第12軍集団から上申された、
M36 開放砲塔回収要求書は、この日の議題に載っていなかった。要求書の内容は明快であった。前線部隊からの報告に基づき、M36 駆逐戦車の砲塔上面に装甲カバーを追加する設計変更を至急要請する。損耗原因の 47% が上型鋼破片によるものと判明した。署名は第12軍集団参謀長。日付は1944年10月14日。しかし、この要求書は3つの壁に阻まれたのであります。第1の壁、ドクトリンの整合性。装甲を追加することは、駆逐戦車は防御戦闘を行わないという原則の否定を意味した。原則を否定することは、マクネア中将の遺産を否定することであった。マクネアは1944年7月に戦死していたが、彼のドクトリンは生きていた。死者のドクトリンが少女の命を奪っていた。第2の壁、生産ラインの問題。1944年末時点で M36 の月産能力は150両。設計変更は生産ラインの一時停止を意味し、欧州への供給が最低3ヶ月途絶えるという交渉側の試算が提出された。第3の壁、現場の過剰反応という判断。一部の参謀は前線報告を部隊の士気低下による誤調と解釈したのであります。要求書は却下された。正式な回答が前線に届いたのは1944年11月30日のことでありました。現設計の継続使用を承認する。改修は次世代車両において検討する。その翌月、アルデンヌでバルジの戦いが始まった。設計変更の最終承認が下りたのは1945年3月。戦争はその5ヶ月後に終わったのであります。1945年1月28日、午前9時00分、ベルギー、ウッファリーズ近郊、バルジの戦い終結直後、道路脇に4両の M36 が放棄されていた。砲塔は開いたままだった。蓋などなかったのだから、当然のことであった。雪が砲塔の中に積もっていた。乗員の血が金床に凍りついていた。90mm 砲の砲身は空を向いたまま動かなかった。第12軍集団の損害調査班は記録した。M364 両、乗員損耗率 100%、全乗員、戦死または抗争と、欧州戦線全体における最終統計をここに記録する。M36 の総喪失両数227両。そのうち砲弾破片による上型鋼攻撃が主因とされた損耗89両。乗員の総死傷者数14004名。開放砲塔に起因する死傷推定6500名から7000名。数字は静かに冷たくそこにあった。生還した乗員たちの証言は共通した言葉を含んでいた。なぜ屋根をつけてくれなかったのか。第703大隊のジョン・マクブライド総長は戦後こう述べている。俺たちは毎日あの開いた砲塔を見上げながら乗り込んだ。空が見えた。綺麗だと思ったこともあった。だが戦場ではその空が死の入り口だった。と残骸は撤去され、記録は保管され、戦争は終わった。しかし屋根のない戦車が残した問いは消えなかったのであります。その問いは戦後の軍事技術者たちが設計台に向かうたびに静かによみがえることになるのでありました。1946年、アメリカ陸軍歩兵学校、戦後最初の装甲戦術再評価委員会が招集された。議題の筆頭は一つ、戦車駆逐ドクトリンの廃止について、M36 が戦場で示した教訓は、ドクトリンの根本的な誤りを証明していたのであります。撃って逃げるという前提は、実際の戦場では維持できない。駆逐戦車は防御戦闘を強いられる。故に乗員防護は不可欠である。1948年、米陸軍は戦車駆逐、陛下を正式に廃止したのでありました。しかし、M36 の遺産はそこで終わらなかった。開放砲塔の教訓は、逆説的な形で戦後の装甲車両設計に刻み込まれたのです。乗員防護の重要性が改めて認識された結果、M113 装甲兵員輸送車、M2 ブラッドレー歩兵戦闘車へと続く系譜において、上面装甲と防護屋根は削減すべきものではなく、絶対的要件として位置づけられることになったのであります。皮肉にも M36 の失敗が現代装甲車両の成功を設計したのだった。今日、バージニア州フォートノックスのパットン博物館には M36 が静かに展示されている。90mm 砲は空を向き、砲塔は開いたままだ。
訪れる者は誰でもその開け後部から空を見上げることができる。かつての乗員たちが毎朝見上げたように、その空は今も蓋がない。設計の哲学は世代を超えて受け継がれる。しかしその哲学が正しいかどうかは会議室ではなく戦場が判定するのであります。M36 はその判定を6000の命をもって受け取ったのでありました。1945年5月8日午前0時01分、欧州戦線終結。M36 駆逐戦車はその使命を終えた。90mm 砲は最後までティーガーを貫いた。解放砲塔は最後まで乗員を空にさらした。本校が記録した逆説は単純である。M36 は撃たれないはずだったという前提のもとに設計された。その前提は誤りだった。しかし誰も前提を修正しなかった。少なくとも6000名が死傷するまでは。ドクトリンとは何か。それは戦場を経験したことのない人間が戦場を経験するはずの人間のために書いた過程の集積でありました。過程が現実と乖離したとき、その代償を支払うのは過程を書いたものではない。砲塔の中にいた者たちが支払ったのであります。精神は鉄板を越えられない。我が精神力は物量を凌駕する。そう信じた指揮官は東西を問わず存在した。しかしヒュルトゲンの森の空中炸裂弾は精神を問わなかった。アルデンヌの手榴弾は勇気を問わなかった。物理は哲学に従わない。2トンの鉄板は2トン分の命を守った。その不在は2トン分の命を奪った。屋根のない戦車は今もフォートノックスに立っている。その開いた砲塔は一つの問いを後世に向けて発し続けている。あなたは前提を疑ったかと。設計者は前提を疑わなかった。参謀は前提を守った。乗員だけがその前提の誤りを身体で知ったのでありました。戦争の本質とは常にそういうものなのかもしれないのです。